こんにちは、そしてこんばんは。日本の文化と日本語を学ぶ皆さん、日本学研究室へようこそ。あなたが毎日利用するコンビニ、ビル、工場、そして食卓に並ぶ商品、もしそこから外国人の姿が一斉に消えたら、私たちの生活はどうなるでしょうか。今の日本経済は特定の国籍やビザを持った外国人に過度に依存しています。今日私たちはその依存のリアルと多くの人が知らない外国人労働者の過酷な実態を最新データで徹底解剖します。依存のリアル、まずはこのグラフをご覧ください。これは外国人労働者が多く働く職場トップ5です。労働の1位は製造業で全体の 27% を占めます。そしてサービス業、小売、宿泊、建設と続きます。この数字はあなたの身の回り全てのインフラが彼らの労働力に深く依存していることを示しています。特に注目すべきは小売や宿泊など私たち消費者と直接関わる分野がインバウンド需要の拡大によって急速に依存度を高めている点です。これはもう人事ではない日本の経済構造そのものの問題なのです。彼らはどのような立場で働いているのでしょうか。次に在留資格別のデータを見てみましょう。最も多いのは専門的技術的分野、そして永住者や配偶者などの身分に基づく資格者です。これは優秀なエンジニアや長年住む外国人が日本を支えているというポジティブな側面を示しています。しかしその次に続くのが技能実習の 20.4%、 そして留学生の資格外活動が 17.3% です。つまり高度な人材と研修名目の安価な労働力という二極化が起きているのです。特に技能実習生は製造業や建設業などまさに人手不足の現場に集中しています。これは日本経済が安価な労働力に依存している構造の最も大きな盲点と言えるでしょう。最も過酷な職場はどこか。彼らが働く現場ではどんな過酷な現実があるのでしょうか。業種ごとの課題を見てみましょう。製造業では専門用語の壁に加えてほうれん草など日本特有のチーム文化、そして長時間労働が顕著です。特に深刻なのは人手不足が常態化している宿泊飲食サービス業です。ここでは高い日本語力が求められる一方で人手不足から来る長時間勤務が常態化しています。建設業では命に関わる安全関連用語の理解が必須です。彼らは単に日本語を学ぶだけでなくその業種特有の重い責任とリスクを負わされているのです。私たちは彼らがなぜ過酷な状況で働かなければならないのか、その構造に目を向けることも必要でしょう。構造的な問題では業種を超えた共通の大きな壁は何でしょうか。それはこの5つの課題に集約されます。1、言語の壁。2、労働環境の改善長時間労働。3、職場文化への適応。4、在留資格の手続き。5、生活環境の整備。これらの壁は一企業の問題ではなく国全体の構造的な問題であり、このまま放置すれば人手不足はさらに深刻化するでしょう。問題解決の方向性。この状況を改善するためには私たちに何ができるでしょうか。批判だけで終わらせず具体的な解決策を共有します。先ほど提示したデータに頼るまでもなく賢明な視聴者ならお分かりでしょうが、重要なのは日本語教育と職場環境の多言語対応の強化です。ここは日本ですのでまずは我々との意思疎通をスムースに図れることが大前提ですよね。企業や役所により受け入れ人材の資質や言語理解度に一定の基準を設けているところとそうでないところがあると思います。でも外国人を受け入れたからにはその職場の規則を遵守してもらうようにするのは当然だと思いますよね。そのためには外国人労働者が企業団体等が求める一定の基準を満たすことができるように、少なくとも絶対に守るべきこととその業界独特の言葉の真意が伝わるように、それらを多言語化をすれば意思疎通が容易になり双方の利益となるのではないでしょうか。そして仮に職場の日本人が外国語を話すことを強いられたり外国の文化におもねるようなことがあるといい関係は続かないと思いますが、人材育成のできる余裕がある企業は
単純な労働力としてではなく、共に働く仲間として異文化理解研修やメンター制度を導入することを検討してもいいでしょう。またこれほど重大なことであるにもかかわらず、移民政策の指針が明確でなかったため、これまで母乳がないとは言えなかった行政対応においては、多くの誠実な在日外国人が日本の社会で活躍できるよう、大胆かつ厳格に法を制定実行する必要があるでしょう。これは誰かのための慈善事業ではありません。外国人労働者が働きやすい環境は、普遍的に日本人にも働きやすい環境と言えるでしょう。それは今後の日本経済の持続的な成長に不可欠な条件と言えるのではないでしょうか。最後に今日の最も重要なポイントをもう一度思い出してください。私たちの快適な生活は今、特定産業に集中した外国人労働者の努力と、そして彼らが直面する課題の上に成り立っています。この問題はもっと遠い国の話でもニュースの片隅の話題でもありません。この動画を見て、あなたの職場や生活の中で働く外国人の方について何か気づいたことはありますか？ぜひあなたの率直な意見や体験談をコメント欄で教えてください。この動画が面白かった、ためになったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。